大ちゃんこんにちこんは。にちは。こんにちは。いやー大ちゃん、世の中は大変なことになってますね。そうですね、大変になってますね、本当。そうですね、というのもですよ、昨年末でしたっけ。はい。はい、そこから勃発しましたはい。ホルムズ海峡の影響ではい。はい。未だにね、はい影響が出ておりますけれども、はい。大ちゃん、林業の方もやっぱり影響ってあるんでしょうか。影響はありますね。あるんですね、やっはぱ。はい、どういったところに影響があるんですか。まずはその経経由由が、制限かけられたりとか、制限かかってるんですね。うちはまだないんですけど、かけられてるところもなんかあるみたいな感じで話を聞いて、へえ、はいはいはい。やっぱ重機動かすのにね、経由がいるからね。そうですね、そうですよね。また結構なやっぱ量を使うでしょうからね。そうです重機を動かすってなると、はい制限がかかったりするんですね。制限かかりますね。はい。価格はどうですか。価格は高いね。高いね、やっぱり。やっぱ上がったんですね。上がりましたねよく何ですか、私もディーゼルの車に乗ってたりするんですけど、はいはい。まあリッターあたりやっぱり20円30円上がったじゃないですか。やっぱそんな感じですか。まあそんな感じですね。そうですね。うん使う量も多いんであれですけど、だいたいこう平均よりやっぱ上がりましたね。上がったんですね、やっぱね。それは大変ですね。制限かけられて値段は上がって、そうでも使うのは使わなきゃいけないっていうね。そうですそうです。大変ですね。大変です。あとはこのなんかナフサでボンドとかを作ってるんですけど、はいはいはいそのナフサ由来で作るボンドで丸太のはい。価格がちょっと下がってたりするんですよ。丸太の価格が下がってる。その合板会社がなんか受け入れ停止とかで。ああ、そういうことですか。もう作れないっていうことで。そうですそうです。もういっぱいいっぱい。後半のね。そう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 。もうボンドがないけん作れん。着剤、それ木と木をこうくっつけるものがないってことね。そうなんですね。ボンド、そうか、もう石油製品全部ナフサからね作られてますからね。であとはですね、はい茶道油はいはい。茶道油作動するためのオイル。そう重機とか油が入ってるんですけど、はい。それのことです。大体46番が重機なんですけど、茶道油の46、それがもうないんですよ。ないない。じゃあ油圧に入れるやつですよね、それって多分。なんでそのなくなったら重機動かないんですよ。人力じゃないですか。いやいや、だけど困ってるんですよね、本当に。それは本当に困りますね。いや、うちも予備があと2巻ぐらいしか。だえけどみんな壊さんように。それはやばいですね。そうやばいです。やばいですね。その買ってるところも在庫がないっていう言われたそうね。もうどこも在庫がないみたいで。そうなんですね。はまあやっとね、ホルムズ海峡を抜けてね、なんか日本のタンカーがなんか動き始めたっては言ってますけど、そうなんですよ。でもホルムズ海峡から到着するのって大体1ヶ月後ぐらいですか。言ってましたね。ですよね、はい。結構かかりますもんね。かかりますね。先週ぐらいでしたよね、あれ確か。そう。ということはあとまだ3週間ぐらいは、で流通するってなるとさらにですね、そうですそうです。3ヶ月後ぐらいでしょうからね。でもね、そんなに数たくさんってわけじゃないだろうからね、まだ通ったのも。そうですね。危ない。これは大変ですね。そう。なんかやっぱ壊さんようにね、ちょっと今あるやつでしのいでいくしかない。まあそうですね。代替品はないでしょうからね。そうですね。ないですね。それこそね、なんかどこも困ってるよね、多分ね。そういうどこも作業困ってる。がないからね。そうですね。なんか最近流行ってますもんね、建材屋さんの歌かなんか。なんかありますね。はい。ナフサもね、なんとか。そう。ナフサがね、塗料がね、なんとかかんとかなんもねえみたいな。ありますね。なんか TikTok みたいなのがそうです流れてきたね。納期だけは変わんねえっつって。そうね。建築会社さん大変ですよね。もう大変でしょうね、やっぱね。もう今となってはそんな人力で全部やるみたいなことないですからね、どの業界も。かといって昔みたいにそんな馬に引かせたりとかね、それもないでしょうし。無理ですね。昔はあれですよね、すっごい昔は林業あれですよね、馬とかに引かせてたんですよね。馬とかなんか木引き詰めてその傾斜に木をサーンチ流してたりとか。そうですよね。コロコロってこう転がしてみたいな。川ね、川。はい。川に流す。そうですね。だからね、ちょっと
悲しいことになる方も多かったみたいですね。そうですね。危ないですもんね。はいそうだよね。あんなぶち当たってきたらもう一巻の終わりですから。そう。はい。いやでもそれ困りましたね。そうですね。ちょっとこう流通してくれるといいんだけどね。こう作そうですね業がストップするのが一番ね。そうです辛ねい。からね。入ってこないし価格は高騰してるのに丸太のね価格は下がっちゃってるっていうそう。とてつもない状況ですね。そうなんですよ。だって今はね、まあその植え付けとかね、そういうの、まあねできることですね。そうですね。チェーンソーとかも動かなくなっちゃいますね。いや、チェーンソーは大丈夫なんですよ。大丈夫なんですか。はチェーンソーオイルはあるの？い。チェーンソーオイルはある。へえ。あ、そっか、重機って汎用性があるからね、そのいろんな重機があるからね、林業だけじゃなくてね。そう。あトラクターとかもね。トラクター、あ、そうだね。そうか。あーじゃあ農業関係も困ってるってことですよね。そうですね。そうだよはね。そうか。い。建設も重機いっぱい使うしね。そうですだっね。て汎用性のあるものやからやっぱこういろんな人が使うものやってやっぱないよね、チェーンソーはチェーンソーやもんね。そう、林業。そうですね。本当全部の業界ですよね。いや、チェーンソーオイルあるよ。リタプラスの。ああ、はいあれがあるよ水分解性。そう。あれがあるから。そうですね。こうなればリタプラスさん頑張ってねそう茶道油も作ってもらうといいですね。自然由来の茶道油作ってさつって。いや需要あるかもしれないですよね。っていうかこれから必要になるかもしれないですよね。本当にね。いろんなところで使えますしね、チェーンソーだけじゃなくて。そうですね。他なんか影響ありますか。他はでも今はあんまり作動が一番やばいぐらいですかね。そうですよはいね。。あとはあんまないね。修理の人にも壊さんようにって言われたの。そう。まあそうでしょうね。まあね。その茶道油って大体どのくらいその寿命を持つんですか。一回変えると作動はだいたい500時間とかじゃないですかね。500時間。はい。そのメンテナンスね。あ、そうなんメンテナンス作動油とか入れね。替えるの。はい。で500時間ってことは1日8時間使ったら、まあまあ短いですよ、ね。まあでもまあそういうこと一応場合じゃないけど使うけど。もう仕方ないですもんね。はい62日間ぐらい、うん8時間みっちり使ってましたよね。そうですそんな状況だからやっね。ぱ2ヶ月ぐらいしか持たないってことね。なんか時間で表すのが船っぽい感じですね。まあ重機大体そうですよ。500時間とか1000時間とか。はい。そうなんですね。はいまあなんかねナフサ確保しましたっていうふうに言ってますけど、まあそれもですね。かといって量が足りてるかっていうと、ちょっとねやっぱ制限しながら使わなきゃいけない状況でしょうからね。そうですね。プラスチック製品とかもそうですよね。でも林業でプラスチックってあんまりないのかな。林業でプラスチックはあんまりないね。ないのパレットぐらい。そのぐらいかな。あんまない。まあ何のパレットぐらいだったらですね。そんな大した量じゃないし、長持ちはするし、やっぱ燃料とかそっちのオイル系ですよね。そう。ですね。ちょっとこう南極ですけれども、はい。なんとかですね。そう。重機たちにも我慢してもらいながら、ね、頑張っていかんといかんですね。そうなんですよ。はい。今、建設農業なんていうんですかね、林業、されてる方はなかなか、困難な状況ですけど、一緒にっていうかお互い、協力できるところは協力して、頑張っていけたらと思います。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。木彫りの大ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。